さあ始まりました古民家 DIY の時間です。前回の動画でキッチンカウンターをやってきましたので、今回は耐水壁と耐熱壁をやっていきます。今回はここの壁ですね、こっちはね水回りなので水に強い壁面で、こっちはここにコンロが入るので熱に強い壁面を作っていきます。本当は壁やってからねキッチンやればよかったんだけど、そう段取りがうまくいかないんですよね。今からこの軽カル板不燃材料ですねとメラミン結晶板切っていくんですけど、いつも切ってるねこの木材を切る刃、これで切ると簡単に刃がこぼれてしまうので、こういう使い古した刃に変えていきます。それではこの軽カル板をつけていくんですけど、こんなんあるんですね。両面テープ耐熱用で、この両面テープとこの不燃結晶剤用の接着剤でつけていきます。でこの両面テープはこの接着剤が固まるまでの仮止めのテープになります。もうなくなった。シビアだな。おお、これがね一発勝負なんで、一撃で合わせるっていうねポイントは。くそ出てきた。おおすごっ、出た感じするな。よいしょ。よっしゃ。よっ。今この接着剤塗ってます。これなんか両面塗りみたいですね。で匂いがね結構きついんでマスクは必要ですね。あと手袋だ。臭い。オープンタイムは5分から10分ぐらいで、こう手につかなくなったら接着可能です。なんか結構一発勝負なんですよね。ついたら離れない。木工用ボンドみたいにスーッと伸びてはくれないので結構手こずってます。いや伸びないですね、なかなか。上から合わせようか。はい。
上にちょっと一回ドンしましょう。 OK ね。 OK だな。そのままボールしましょう。じゃあおお、すげえすげえ。これで耐熱壁完成です。スプレーが乾き終わったとこなんですけど、ガチガチってわけじゃないですけど、スプレー振る前よりは強くなってますね。ただまあこうやって強くこすると砂が落ちる程度です。この上からね接着剤入れてついてくれることを期待してやっていきます。この水切りが多分外のサイディング用の水切りなんですけど、なかなかこのキッチン用の水切りのいい幅のやつがなくて、とにかくこれで代用してやってみたいと思います。
さっきねもうここバキバキ割れましたねもうこんな隙間空いて、もう難しい。これは本当難しいですわ。これがガラスカッターですね。買ってきました。一度切りらしいです。だから1回で決めないといけない。これを入れて、おおすげえ。よし、これで合いましたと。いいよ。この新しいのつけていきます。ここにストップリングっていうのがついてるんですけど、これをなくすとまずいみたいです。これを取って、これは絶対置いとかないといけません。これがこの本体側のエルボーにこのホースが刺さって、このストップリングを入れると。できた。
切り替え付き浄水シャワー。といろいろ失敗しましたね。この水切りがここ思いっきりすんたらずなのと、これがねちょっとこっちに出過ぎたんですね。多分ここまでね、こっから多分ここまでついてたのがこれ絶対直せないですね。で、あとこのすんたらず、これは愛嬌で難しい。最後までご視聴ありがとうございます。これでキッチンの耐水壁と耐熱壁ができました。いやもうめっちゃ難しかったですね。メラニン化粧板、とにかく接着剤でつけるんですけども、一発勝負でつけないと、バチッとつけないとなんか後からこうやって直せないんですよね。なのでかなり難しい。合わせようと思ったらねもうくっついてるんですよ。で慌てて剥がしたらもうバリバリっとこうその化粧板が割れたりするんで、チャレンジしてみられる方はその辺にご留意してやってみると面白いのは面白いですね。その出来上がりのつるんとした感じは。でコメントで焦げるよみたいなことをねコメントいただいて、本当良かったなと。もう結構ね緩く考えてたんで、いや確かにそうだな。これでケーカル板が入ってさらにメラニン化粧板が入ってるので、かなり熱に強い壁になったと思います。こっちの手洗いの方はメラニン化粧板が貼ってあると、耐水の効果がかなり出ると思うんで、問題ないかと思います。カビたりですね、焦げたり、こういうことがなくなると思うのでよかったなと思います。やれやれです。で次はいろりをやっていきますので、次回もぜひぜひご視聴してみてください。想像と想像、 DIY は人生だ。